先日割烹古流さんの動画でわさびと醤油の食べ方に関する和食のマナーについて視聴者様からコメントが入りましたので、今日はもう一度古流さんへ行って刺身定食を注文してみました。コメントの内容は美味しそうですがわさびを醤油に溶かす食レポではありえんぞというものでした。このようなコメントは私にとって感謝なことです。食レポではありえない、そういったご意見を決して否定するわけではなく、このような動画を作るきっかけを作ってくださったことを感謝しつつ、最後は私の意見を述べさせていただきたいと思います。またついでにマナーだけでなく、料理の常識についても時代とともに覆った例も一つご紹介したいと思います。どうぞ最後までご覧くださり、皆様のご意見もお聞かせいただけたら幸いです。取材以外で外食をそんなにするわけではなく、一度動画を完成させたお店にはなかなか行けないのですが、もう一度古流さんに行ける口実ができて嬉しいです。ソイとタコです。カレーとソイとタコ。はい。ちょっと種類が少ないですけど。で、このわさびというのは、はい、今本物の知ってるとか少ないと思うんですが、それはですね、冷凍のものなんですが、はい、国産のやつ、国産のわさびをおろして、はい、おろしたやつを冷凍で、はい、チューブには入ってるんですけど、はい、おろしたわさびなので結構好評です。風味があるんですね。風味があると思います。はい。私が動画で醤油に溶かしてしまって、和食のマナーに反してるお好みですので、はい、お気になさらずですよね。どっちかというと家庭ではそういう食べ方してる人多いと思うんですが、ここはもっと多くの人に気軽に利用してもらいたいなと思って、私もラフなスタイルで食べたんですけど、好きなように。ただ季節でちょうどわさびも今ついてますけど、これそうですね。いいですね。わさびも美味しいと思います。はい。ちょっと舐めてみてください。はい。ホースラディッシュではないですね。山わさび。うちも大亀には山わさび自生してるんですよ。実際にそういう量を全部揃えるとなるととても大変ですよね。東京のよほど高級割烹でない限りは無理ですよね。で、外国が高く買っていくから日本から消えてるらしいんですよ。昔はお蕎麦屋さんでも普通にあったんですけどね。ありがとうございます。では和食のマナーをまず食べながらご説明させていただきましょう。まずはタコから。美味しい。次はソイ。わさびを好きなだけ刺身にのせて、箸の使い方が下手ですみません。このように2つ折りにできる刺身はわさびを挟んで、醤油はできるだけわさびにつかないように身の外側につけて食べるのがマナーです。さて次はカレイ。厳密にはさらに醤油皿を片手で持って口のそばに持ってきて食べるというのもあるのですが、スマホカメラを持って撮影しているのでそれができません。そんなこと言えばお料理を撮影すること自体がマナー違反かもしれませんが、お店にちゃんと撮影許可をいただいているので、そこはご容赦ください。しかし私はわさびの刺激を醤油で和らげるため、子供の頃からお寿司でもネタを剥がしてわさびのついている部分に醤油を染み込ませて食べるのが習慣になってしまいました。食事のマナーというのは美味しく食べるというのが基本なので、それは間違いではないようです。マナーについて語っている和食の評論家でさえ、海鮮丼などは醤油にわさびを溶かして上からそのままぶっかけて食べて美味しければそれでいいんだなんてことも言っています。私はアルコールが点でダメなので、
刺身は酒の魚としてではなくご飯のおかず、ご飯と一緒に食べなければ気が済まないので、やっぱりこのような食べ方じゃなく、醤油にわさびを溶かして刺身をつけ、それでご飯を包んで食べるのが一番です。果たしてこのマナーはどれだけ厳密に守るべきなのでしょうか。AI に、質問してみました。刺身を食べるときにわさびは醤油に混ぜるのはマナー違反になるというのはどのくらい重要なことなのでしょうか。ということで AI の答えは、TPO 時場所場合によって重要度が変わりますということで、まずなぜマナー違反と言われるのかということは、わさびの香りが醤油に溶かすことで飛んでしまう、職人の意図を尊重する文化ということで、混ぜることは絶対にダメではない。家庭やカジュアルな店で刺身を食べる場では自分の好きな食べ方をすればいいというスタンスが多いということですね。居酒屋とか回転寿司チェーンでは大丈夫ということですね。そしてマナーの重さは状況次第ということで、シチュエーションとしてはダメな場合っていうのは、この高級和食店、寿司割烹の店で本物のわさびを吸って出しているようなところだということですね。見られている可能性あり、その他のところでは全く問題なし。まとめ、本当に大事なのは周りへの配慮。高級店では職人へのリスペクトとして控えるのがスマートだと。で、カジュアルな場では好みで OK。絶対のルールではないけども、相手や雰囲気を見て選ぶのが大人のマナー。YouTube のチャンネルで食レポとなれば、マナーを守った方がいいんでしょうけれども、その YouTube のチャンネルがどういう質のものかにもよりますね。気になるようであれば、お店の人にわさびはどうやっていただいたらいいですかと聞いてみるのも粋ですよということです。続けてこんな質問もしてみました。すき焼きで肉と糸こんにゃくや白滝などを近くにすると、こんにゃくのカルシウムが肉を硬くするという説がこんにゃく業界の実験で覆されましたが、実際肉が赤くなったまま固まってしまうこともあります。どちらが本当なのでしょうか。 AI の答えとしては、とても鋭いご質問ですねと。すき焼きで肉が糸こんにゃく、白滝で硬くなる問題については、実はどちらの説にも一理ありますということで説明されてるんですが、こんにゃくのカルシウムが肉を硬くする説っていうのは科学的な根拠があるんですが、こんにゃく業界で何年か前に実験をして反論をしているんですね。硬くならなかったと。ところが実際に肉が赤く固まるのはなぜかということで、すき焼きで肉が赤いまま固まってしまう現象の主な原因はこちらです。加熱温度が低い、十分に温度が上がってない中で硬くなってしまう。で、砂糖や醤油による脱水、タンパク質が縮まり、見た目より中が火が通ってないこともあると。で、熱伝導のムラ、そして白滝の水分放出、周辺の温度を下げる効果もあるため加熱が遅れることがある。で、つまり赤くて硬いカルシウムのせいとは限らず、火加減や鍋の中の配置が大きく関係していると考えられます。で、結論としてはカルシウムの影響はゼロではないが主因ではない。昔の説はカルシウムだったけれども科学的根拠あったんですが、ただし現代の製法では影響はかなり小さくなっていると。実際に火加減、配置、煮込みの方の影響が大きいと。で、すき焼きを美味しく仕上げるコツとしては、肉と白滝は最初は少し離しておく。やっぱり昔の人の知恵として本当だったということですね。で、先に肉を焼いて火が通ってから白滝を投入すると。こんにゃくは熱湯で下茹でしてから使うと余分なアクも抜けて安心ですよということですね。もしどうしても硬くなると感じるなら、こんにゃくと肉を入れるタイミングをずらすだけでもかなり改善しますよと。食材同士ちょっと距離感を保つのも料理の相性ですねっていうことで、料理の常識とかですね、そういったものは時代とともに覆ったりします。そしてさらにまたそれが覆ったりするんですけども、やはり昔の人の知恵っていうのは尊重して耳を傾けるっていうことは大事なんじゃないかなっていうことは思いますね。そしてそれを科学的に裏付けていくっていうのが、現代の料理法だと思いますけども、 AI の話はそこまでにして、わさびと醤油の話に戻ります。
私の場合、これが本物のすりたてわさびを提供するような高級割烹の店の食レポであれば、マナーを守るべきでしょう。私はまずそんなお店には行かないと思うのですが、万が一そういう状況になった時は気をつけなければなりませんね。割烹古流さんは気軽に食べにいらしてほしいと手軽な価格で美味しい和食を提供されています。ぜひ皆さん堅苦しいマナーにこだわらず、ご自身の美味しいと思うようにどうぞ食べにいらしてください。それでは東北の9時から美味しいレシピやお店を紹介する昭和レシピチャンネル、登録と評価いただけたら感謝です。今回のように気がついたことコメントいただけたらチャンネルも成長しますのでよろしくお願いいたします。9時の奇跡の生態院マッサージオリエンタルへもぜひお寄りくださいね。では、まだナス、nos vemos。チャウチャウ。